世界のジャパンチャンネルへようこそ。皆さんには好きな漢字がありますか？見た目が整っていたり、字が持つ意味が素敵だったりと、その漢字を好きな理由は様々でしょう。漢字は日本以外に中国や台湾などでも使われていますが、実はその字体が国によって少し異なるのをご存知ですか？今回は各国で使われる漢字の美しさに関する話題と、このニュースを知った海外の人たちの反応を私、リリーのナレーションでご紹介いたします。以前、海外の掲示板に寄せられた日本、中国、韓国の漢字、どれが最も美しく見える？という投稿が話題になっていました。投稿では、それぞれの国で使われる漢字の例を挙げ、どこの国の漢字が一番美しいか、様々な国の人に意見を求めていたようです。なお、台湾やシンガポールなどの漢民族を主要な民族とする国以外で、現在まで漢字を日常的に使用している国は日本のみ。投稿で触れられている韓国は、もともと漢字を使用していたものの、1970年頃から始まった漢字廃止政策により、一般的に使われる機会は減ったそう。これにより、近年では漢字を読めない世代が増え、復活させるか否かの議論が巻き起こっているようです。先ほどの投稿の内容に戻りますが、そこで議論されたのは漢字の字体。実は一口に漢字といっても、その種類は様々で、反対字、簡体字、日本の常用漢字などに分かれています。投稿では、反対字の代表として韓国を、簡体字の代表として中国を挙げ、どの国の漢字が美しく見えるのか議論していたのです。では、実際にそれらの漢字の違いをいくつか例を挙げて見てみましょう。一つ目の漢字は木。常用漢字では木と書きますが、反対字だと米のような字が入った木に、簡体字だと下部分を丸々省略した木になります。二つ目の漢字は薬。常用漢字では薬と書きますが、反対字だと横の部分が少し複雑な薬に、簡体字だとこのような薬になり、原型をとどめていないような印象です。三つ目の漢字は歯。常用漢字だと歯と書きますが、反対字だと少し難しい歯に、簡体字だと少し簡単な歯になります。こうして見てみると、反対字は少しごちゃごちゃしていて分かりにくく、逆に簡体字は簡略化されすぎたあまり、元の漢字の形を失っているようにも思えますよね。ただ、そう思うのは私たちが日本人で常用漢字を見慣れているからかもしれません。では、海外の人たちはこれらの漢字を見てどのように思ったのでしょうか。寄せられた反応の一部をご紹介しますので、皆様も何か意見がありましたら、ぜひコメント欄にてコメントください。海外の反応。俺は韓国が一番かな。中国の漢字は簡略化されすぎてるし、日本の漢字はまだ少し難しそうな気がする。中国一択でしょう。書きやすさとか読みやすさを考慮したものでないと、結局使われなくなるからね。だからこそ漢字を作った中国でも簡単にした方を使ってるんでしょ？正直に言えば中国かな。韓国の漢字が最も綺麗だけど、現代の基準に合わないよね。ごちゃごちゃした文字は小さいスペースに収まらない。日本の漢字は簡略的でも伝統的でもなくて中途半端だね。密度が高いのに100% そのままじゃないところが疑問だよ。総合的に見ると日本だな。そもそも韓国人って漢字使わないよね。てっきりもう切り捨てたと思ってた。韓国人が使うのは 90% ハングルだけど、大半の韓国人は少し漢字を知ってるんだよ。さすがに1万種類の漢字を教え込む親はいないと思うけど。多分20代とかの韓国人は漢字を読めないと思う。韓国で漢字を、しかも旧字を使う機会なんてほとんどないからね。韓国と日本の漢字が一番美しいかな。
簡体字の中国語なんてろくでもないよ。文字というより何かの記号みたいだ。漢字に関係なくて申し訳ないけど、俺的には日本のひらがなの方が好み。丸みがあって優しい雰囲気があるし、書くのも覚えるのも簡単そうでしょ。個人的に最も素晴らしい漢字は反対字と日本漢字だよ。そして簡体字が最も見にくいのは言うまでもない。そもそも反対字って台湾や香港が使う漢字だよね。韓国はそのまま使ってたけど、中国文化を排除するとかで捨てたんだ。投稿主は反対字の代表として韓国を例に挙げるのはやめた方がいいよ。わかる。反対字を使ってるところには台湾か香港を挙げるべきよ。だって一番ちゃんと漢字を保存してるんだから。こうやって見ると簡体字は書き順が予測しにくいな。バランスも取りにくそうだし、まあ単に簡体字に馴染みが薄いからなんだろうけど、自分が日常的に使うことを想像すると日本がちょうどいい気がするな。最近日本語を勉強し始めたんだけど、日本の漢字は元の漢字をリスペクトしているように思う。中国の漢字は元の形を失いすぎていて、どの漢字が元になったのかわからないぐらいさ。韓国の字は画数が多すぎて覚えるのが大変。ある意味これが漢字を放棄する原因の一つになってるかも。中国は略しすぎて本来の形から意味を伝えるから離脱してる気がする。その中間が日本の漢字じゃないかな。大戦が終わった頃まではどこも昔ながらの漢字を使ってたんだ。差異は間違い探し程度だったんだけど、戦後に日本では漢字の簡略化を行って新しい字を新字体、元の字を旧字体または正字体と呼ぶようになったのさ。それで中国も似たようなことをやって新しい字を簡体字、元の字を反対字って呼ぶようになったんだ。台湾や香港では簡略化をやらなかったから現在も本来の字を使ってて、韓国やベトナムでは漢字の常用をやめた。それぞれの国の歴史はこんな感じかな。ちなみに僕は日本の漢字が好き。以上が海外の人たちの反応です。それぞれの漢字に良い点と悪い点があり、外国人の間でも意見が大きく分かれていたようですね。どんな漢字であれ、その国の人にとって使いやすいものであれば、それでいいのではないかと私は思います。しかしながら、各国の漢字事情に詳しい外国人の多さには驚かされますね。なお、先ほどの投稿では、反対字、簡体字、日本の常用漢字において、形が違うもののみを扱っていましたが、すべての漢字の形が異なるわけではありません。例えば、寿。反対字では寿と書きますが、簡体字では常用漢字と同じ寿と書くそう。その他にも、学や届けなど、簡体字と常用漢字で共通するものも多いのだとか。このように国を越え、共通して使われるものもある漢字。漢字の起源が中国にあるというのは多くの人が知っているかと思いますが、実は中国では日本から逆輸入された和製漢語が数多く使われているそう。古代中国から日本に伝来した漢字は長い歴史の中で日本独自の進化を遂げ、和製漢語が誕生するほどになりました。江戸時代には西洋から輸入された書物を日本語に翻訳する作業が行われ、明治維新後は急速な西洋化によって国の制度や思想、法律、学術用語などが次々と日本語化されたそう。そんな和製漢語が中国で使用されるきっかけになったのは、1894年に日清戦争に敗北した清、中国が素早く近代化を遂げた日本に学ぼうと、数千人もの留学生を日本に派遣したことです。清の留学生たちは積極的に日本の書物を中国語に翻訳。もちろん留学生たちが独自に翻訳した単語もあったようですが、結果的に日本語の方が広まったのだとか。例えば電話。中国では英語のテレフォンの発音に漢字を当てたタイライフォンという漢字が作られましたが、日本語の電話の方が普及したといいます。
その他にも失恋、運動、進化なども日本から中国に逆輸入されたものだとか。現在の中華人民共和国を支える共産主義という言葉も日本からの逆輸入というのは驚きですね。漢字は中国から来たものというイメージが強く、私たちが普段よく使っている熟語は中国由来と思われがちですが、実は日本生まれのものも意外と多いのです。このように漢字を取り巻く環境は時代とともに変わりつつあります。一部の中国人からは文化への侵略だとの声が上がっていますが、実際に漢字を書いたり読んだりする人たちがより快適かつ便利に使えるのであれば、それで良いのではないでしょうか。この話題を機に漢字へ興味を持つ人が一人でも増えると幸いです。今回はある掲示板で話題になった各国で使われる漢字の美しさについてお送りしました。繁体字、簡体字、日本の常用漢字、それぞれに良さがあり、一概にどの漢字が良いとは言えないでしょう。漢字は大昔に中国から伝わったものですが、その後、それぞれの国で独自の進化を遂げ、現在の姿になりました。またその過程で、日本から中国に逆輸入された和製漢語も多く、お互いの文化が融合して今があります。今後も漢字を取り巻く環境は時代とともに変わっていくかもしれませんが、それは決して悪いことではないのです。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。